着いたな。ここか、今回の島は。どうも、フィッシャーズのシルクロードです。無人島到着。危ない危ない。はい、ということでですね、無人島に上陸いたしました。今回の、この動画ですね、いきさつはこうなっております。フィッシャーズで無人島生活をしたんですよ。でしかもそれは YouTube の動画では実はやってなくて、テレビの方かなでやったんですよね。あの思い出がちょっと忘れらんねえと。無人島俺好きだし、無人島での生活っていうのはかけがえのないものだなと俺は思ってるんで、俺ちょっと行きたいと。ちなみに他のメンバーは今違う撮影をしている。俺だけリーダーのみ無人島に来ています。無人島生活ね、やっていきたいと思うんですけど、夏といったら心霊とアスレチックと、あとやっぱり無人島やりてえなと、もうずっと思っていたんで、 YouTube で無人島生活を出せることに僕は幸せを感じております。食料も、自分で取ると。水はあるんですけど、枯れ木とか拾って火焚いたりとか、自分で拠点作ったりとか、自分でできることはね、自分でやっていけたらいいなと思っておりますので、この過酷な無人島生活を見てってください。前回の無人島生活、メンバーの分も全部魚取らなきゃいけなかったんですよ。俺だけだから俺の分取りゃいいっていうね。そこはちょっと楽かもしんないけど、いや楽ってことはねえな。全部自分でやんだもんな。拠点も作って食料も調達して、なんかいろんなものが落ちてると思うんで、漂流物をいろんなもの見つけたりとかして、この生活に工夫を凝らしたいなと思ってるから、頑張ろうか。今年の夏の、命を張った頑張った動画の一つとしてこれがね数えられるように頑張りたいと思いますので、じゃあ無人島生活スタートー。熱い。めちゃくちゃ熱いぞこれ。焼けんな、絶対焼けるぞ。自分が寝たり休憩したりする拠点作り、ここでね主にご飯作ったりもするでしょう。拠点作ってちょっと島の方軽く散策もしたいと。なんか食べれるもん見つけたりとか、なんかゴミ拾ったりとか、その辺でなんか見れそうなものを見に行く散策タイム。海に潜る、火を作る、これでいきましょう。夜は一人でパーリナイ。じゃあまず拠点作ろうか。船虫がすごいけど、俺の家にはゴキブリが2000匹ぐらいいたことあるから全然平気。爬虫類のためのね。よし、じゃあテント張ろう。よし、あそこ見た感じもうねカニとかはいる。で僕ね昔からほんとこういう無人島生活とかディスカバリーチャンネルとか見るの大好きだったんでね、結構テキパキやれたらいいなとは思ってます。ここにねいろいろと持ってきた。なんかヒノキとかあんだけど、これはできれば使わない、使いたくない。枯れ木を調達するから。これねめちゃくちゃいい木だからさ、ヒノキは油とかもあるだろうから結構ちゃんと燃えてくれんのよ。おい大丈夫かお前。抜け殻か。曲がねえな。空だなこれ。これがテントだな。この動画すげえ長くなるから一個一個にいっぱい話してるとさ終わんなそうじゃん。なんか出てきた。おお、これ上の部分か。これ火つける道具かな。これチャッカマンとかあるけどチャッカマンもあんまり使わないかな。ファイヤースターターがあるからそれ使おうと思います。これ元木のヘアドネーション、嘘です。朝縄ほぐちとして使います。最初の着火剤としてね、朝縄をほどいてそこに火をつけます。よし、立てるか。俺のメイン武器これですね。このナイフを使って魚さばいたりとか、あとなんか貝とかあったらそれをね剥がしたりとか、木があったらこれを使ってバトニングとか割ったりとかしましょう。これあれか、棒がチャ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 ってなるやつだ。ここに刺していけばいいやつだよね。もうちょい上にやった方がいいかな。波とかあるじゃん。満潮になった時にやばそうやから。やべえ、楽しいぞ。テントを建てようっていう段階だけどめっちゃ楽しい。結婚してちょっと経ってなんかゆうかがこれ面白いからって噂だから見ようよって言ったドラマのタイトルが離婚しようよなんだよね。それで一旦黒で切って、おお、ああできた。でこれで引っ掛けりゃいいのか。すごいすごい。あ、なんかできてきた。こう支えになって上を止めれば下も止まると。おお、やったーできたー。いいじゃん。
おお、いいね。やったー、完成。完成しました、テント。なにこれ、なんか落ちてた。なにこれ、なんだかわかんないけどさ、うまいんかなこれな。空気に触れて酸化したのか色が変わった。渋っ渋っ。なんこれ、梅を装った変な果実だ。ペッペッペ、渋っ。やばいなってものは基本大丈夫、食わないようにしてるから。俺大学生の頃に山にこもった時があって、一回これ食えそうだなと思って食ったキノコで味覚一回失ったことあるから、一回あるから大丈夫、そういうのは手出さないですよ。とりあえずこれテントもうできたんで、これ最高やん。やったー。もう十分十分余裕で寝れるわ。ここになんかちょっとバッグとか入れるわ。とりあえずテント張れたんで島探索。めっちゃさ、いろんなゴミとかもあるのよ。なんか近場のやつは後で拾おう。ちょっとあっちに向かって歩いてこうぜ。多分だけどもう食料見つけた説。これ多分そうなんだよね。これそうよな。これさ、多分だけど亀の手じゃない？食べれるよ。亀の手だったらこれ食べれるけど、まあこれ多分亀の手ない。ほら、これ亀の手でしょ。これいっぱい取ってこう。ここめっちゃあるじゃん、亀の手。取りやすいところから取ってるから、こことか取りやすいよ。取れた。1個ずつ取れてるぞ。これ後でさ、茹でたら食えるべ。やべえ、袋持ってこう。ビニール袋にこれ詰めとこうぜ。バケツを持ってきた。亀の手をいっぱい取ろう。このドライバーで亀の手を取るぞ。俺この亀の手食ったことあるんだけど、これうまいんだよね。食うとこ少ねえっちゃ少ねえんだけどさ、ちょっとむずいな。ここ取れそうなところ行こう。よしよし。亀の手めっちゃ取れるぞ。めっちゃいる、めっちゃいる。亀の手めっちゃおる。すごい。拠点の近くに食べ物があるっていうのはいいことだ。本当に亀の手みたいじゃん。だから亀の手らしい。このなんかね、こっち側が食えんだよね。この中。これなんかいんのか。カニの死骸がいる。カニの死骸ってことはカニもいるだろう。でも多分食うとこねえな、このカニ。亀の手豊作だこれ。見て。亀の手豊作ですよ。いっぱいいる。こんなにいっぱいいるよ。めちゃくちゃいっぱいいる亀の手。これを取ろう。うわ、すごっ。めっちゃ取れた。こりゃいいね。一度に相当多く取れたぞ今。もうちょい取ったらだいぶお腹満たされるんじゃないか。俺と握手しよう、亀の手。後楽園遊園地で僕と握手。取れた。なんかおもてなしとしてこの亀の手はね、よく食べられるなんて俺は聞いたことがあるんだけど、そんなにメジャーなものではないとは思うけどね。けどまあ塩茹でとか醤油で味付けしたりとかして食べれるだろうから、まあ今どちらもないんだけど、結構いっぱい亀の手取れました。やったね。これを後で茹でよう。よし、これ持ちながら行こうか。ここら辺はフジツボが多いな。なんか亀の手と似たようで似てねえんだけど。うわ、綺麗。めっちゃ綺麗。早く潜りたいですが、島の方を見ていこう。高えなこれ。でも向こう側行けるよなこれな。登れそう。向こう側も一応行けそうではある。でもめっちゃいろんなゴミあるな。めちゃくちゃいい竹みたいなのがある。枯れ木とか、まあでも拠点の近くにあったからそれ使うか。竹めっちゃあるな。松ぼっくり。これ火つけよう。これなんだ、イカの骨だ。これね、リクガメとかがね食べるんですよ。カルシウムめっちゃ豊富だから。これ持ってきたいわ。知り合いの爬虫類飼ってる人にこれちょっとあげたい。物めちゃくちゃあるな。なんか困ったらここ来よう。取れた。間にさ、女の人の像みたいなのがあるの。祠みたいなの中にね、女性の像みたいなのあるでしょ。あれ何？なんであんなの？何？交通安全？どこでやってんだよ。浮きとかもある。いいロケーションここ。最高じゃん。うわー、すげえ。自然豊かだな。いや、あれ登れねえか。なんだあれ、いかつくね。なんだあれ。もうだって木のさ根っこが見えてんのよ。
根っこ見えちゃってるよ。いつこの木たちが倒れてきてもおかしくないな。登れなかないけど、無理して登るあれでもない。ここら辺も日陰でいいな。気持ちいい。こんなん木たちが落ちてきたらひとたまりもねえよ。カニさんみっけ。隠れられてないぞ。かくれんぼ下手だなお前。すごっ、すっごい。これなんかいそうじゃね？めちゃくちゃなんかいそうなんだけど。カニが超いるな。でもなんか食えねえカニだな。てかうまくねえカニ。よいしょ。最終。あっつ。そうか、今ここに哺乳類はほとんど俺だけってことか。おいトンボよ、こんにちは。君たちの頂点にいる存在です。よろしくね。生態系の頂点が来ましたよ。どうもこんにちは。頂点です。すいませんけどお邪魔します。めちゃくちゃロマンあふれる場所来た。うわすごっ。ロマンとバックが釣り合わねえわ。何にも嫌しねなんかそこそこでかい竜とかいたらな、話す気にもなったんだけど。うわクラゲだ。もうさすがにこいつは生きてねえのか。絶対触んねえけど。満潮になったら帰りなさい。あ、もうちっちゃい魚いるわ。見える？ちっちゃい魚いるよ。めっちゃいるよね、ちっちゃいのが。そこそこのサイズのやつもさっきいたよ。映したいんだ。逃げないでおくれ。おーい逃げないでくれ。話の通じないやつらだ。逃げる。こっちが好意的だというのに近づいてこない。フグがいる。泳いでる。でかっ。いるねフグ。おおいっぱいフグいるぞ。群れかな。この先はあるんだね。じゃあちょっとしばらく歩いてみるか。どうやらなんか向こうとかにも行けるそうだよ。行ってみよう。ヤギが集団で群れをなしてます。踏んだ。この崖登るか。これ登った先に多分なんかはある。ヤギにも会えたらいいなまた。うわーちょっと適してない靴で来たな完全に。おカエルがいる。アマガエルだな。バカ竹ここ。ヤギいないな。木を使ってねうまく登ろう。いい場所だなこれ。めっちゃ無人島の動画っぽくなってきた。やっば。めちゃくちゃ綺麗な場所着いた。綺麗。これはいいところだ。登ってきた回ちょっとこれだけでもあるな。うわーこりゃいいわ。メンバーにも視聴者さんにも家族にも見せたいなこれは。ちょっと登ってみる。これあんまり行き過ぎるとね怖いから。あ動物の糞の匂いがする。さっきのヤギだな。木の根っこをねうまく使って登りましょう。こういうのをねうまく使って登ってこう。危険なところは避けて通ってるからね、もしものことがあっても大丈夫。相当上の方まで来たな。こりゃ一苦労だ。なんだここめちゃめちゃ綺麗。日が差し込んでるねここは。さっきのヤギたちはどこに向かってったんだろう。登ってきたは来たんだけどさ、さっきのヤギとかは上には行ってないんだな。うわーすげえ。多分これ島の反対側だわ。反対側来たっぽい。めちゃくちゃ綺麗。なんだこれ。うーわ超綺麗だよここ。うわこれはちょっと絶景ですね。海もすごい透き通ってるね。青というよりエメラルドグリーンみたいな感じの色してる。これだけでもなんか頑張った甲斐あるな。うわー拠点こっち側でもよかったかもな。一回戻りますかこれね。大体でも島の反対への行き方は分かったな。お珍しいの見つけた。七節がいた。なんか期待してた。かわいい。頑張って今枝に化けてます。手をね伸ばしてんのここ。ほら曲げられんのに。ほら頑張って枝に化けてますこの子。いいなこういう昆虫採集とか。この辺は枝があったからいいけどさ、登り始めのところ確かなんか砂みたいな感じだったからな。もう下の方にね降りてきたので、このまま一旦戻って、あ枯れ木を拾わないとね。拠点近くの枯れ木を拾おう。それやってから森行きます。お前なんでそんなとこいるの。チベットか。ヤギが崖にいる。こっち見てるし。
なんか食ってんだけどあいつ口もぐもぐしてる。よし、亀の手も取ったし島の探索もしたし、向こう側見れたからね、大体、どんな感じの地形をしてるかが分かりました。で向こう側のがね、岩場が多かったイメージだな。こっちの方がどちらかというと開けてて、だいぶ見晴らしのいい感じになってるね。取ってきた亀の手があるんで、これはね後で茹でたいと。茹でるにも魚を焼くのにも火が必要なわけだから、今からねちょっと枯れ木を集めてきます。でそれを使って火を焚きましょう。夜になるとね寒くなったりとか、ヤギがいるぐらいだから何来るか分かんないじゃん。そして調理にも使うし、今ねこんだけ暑いけど日が落ちてこの波風とかさ、ほんとに風だけになると結構寒かったりするんだよ、無人島。前に無人島生活やったからね分かるし、前ねほんとに寒かったの。だからちょっとね今回はそんなことないようにしたいからね、大きめの火を焚きたいんで枯れ木をいっぱい集めましょう。この近くにね結構あるんで、水分の含んでないねカラッとしたものを探していきたい。いっぱいなんか適当なね木を集めよう。これも燃えるな。もうあるだけねいろんな木は取っていこう。じゃあこの地道な作業をちょっと続けます。松ぼっくり見つけたら松ぼっくりは絶対拾う。そのぐらい重要な気がする。びっくりした。何？蛍光灯踏んだわ。びっくりした。よかった、靴履いて。あっぶねえ。結構枝あるな。ヤギの糞があるな。ヤギの糞があるってことはこっちにまでヤギ来るってことだ。別にヤギ来られてもいいんだけどさ、そのイノシシとかクマとか、ね、そういうのじゃないからいいんだけど、なんか自分のテリトリーにさ、なんかその知らん動物いんの嫌やん。さっきの崖にいたヤギ消えたし、このね早く火がつきそうな細い枝と長く持ちそうな太い枝を探そう。一人でやる無人島生活はやっぱ協力ができないから、これ大変だね。人とさやっぱこの極限の生活みたいなのすると、正直仲間にさ何やってんだよみたいな時とかって出ちゃうわけよ。しょうがないけど、ただその分さ、うわありがてえってことめっちゃあるんだよね。前回俺ら無人島に行った時なんか、俺が海でさ漁をした後に上がったらもう風呂ができてて、五右衛門風呂だよね、ドラム缶風呂。あれねめちゃくちゃ疲れ取れたんだよね。頑張ってねザカオとかマサイがさそれ用意してくれてて、やっぱ俺が基本的に人一倍体力あるからずっと動き続けられるタイプなの。だからねこう疲れてねこう倒れちゃう人とかもいるんだけど、そういう時はしょうがねえよなとか思うけどさ、俺も心に余裕がないと何やってんだよってなっちゃいかねないやん。あんまならないんだけど、そういう感情は今ないじゃん、自分一人だけでやってるから。だけどやっぱねこういうのがあるとやっぱ周りに感謝をするよね。一人でこういうね枯れ木とかも集めるの結構大変だし地道だよね、こういうのってなんこれ。うわ一人掛け用だなこれ。ちょっとこれいいな。転がして持ってくかあっち。これめっちゃいいな。座り心地めちゃくちゃいいなこれ。太いけど松ぼっくり。松ぼっくり大事。地道だけどね、こういうのを続けられるやつが一番強いからね。大事よね、こういう地道な作業。指あと5本ぐらい増えねえかな。よし、まだまだ行こう。ちょっと登ってくるわ。うわ、なんか小学生に帰ったみたいだ。子供の頃こんなんばっかやってたから。オッケー。結構でかいの取ってこれたわ。よっこら。しゃー、でけえの取ったぞ。まあこんだけありゃいいか。穴掘って空気が下に入るようにした。あと分かりやすくここがね火の場所ですよっていうのを表すためにこんなもんでいいか。でまずは
太い木、そこそこ太い木を下に引きたい。簡単だね。松ぼっくりはもう着火剤として使うわ。もう中央にいっぱいこう組んどく。中入れとこう。絶対にね効果があるはず。必ずこいつが役立ってくれる。中くらいの木どれだ。お前案外太いな。火をつけるようでこの辺に置いとこう。用意は入念にしとこう。備えあれば憂いなしでしょう。ブリーチの浦原喜助の言葉で結構好きなのがあるの。死なないための死ぬほどの努力は誰でもするでしょう。一回死なないために1万個の努力するみたいな。うまくいかなくてもまあこんだけやってれば何か1個は報われるでしょう。全部報われようと思うから多分ストレス社会になっていくよね。まあ今さ、要はデジタルデトックス的な感じじゃんこれ。たまにはいいなやっぱ。今もう人間社会で何が起きてるかわからんもんな。オッケーじゃない。まああらかた準備整ったで。さっきのでけえ丸太だけ持ってくるか。火は困んなそうだな、あんだけあれば。遠いなこれ。いいか行くか。総合格闘家のトレーニングみたいになってる。こういうやつあるよな、トレーニングキャンプ映像で。疲れた。これはきつい。作業終了。一旦枯れ葉も枯れ木も太いのも短いのも細いのも松ぼっくりも入れたからよく燃えてくれるとは思うんだ。疲れた。ちょっと休憩してから海行こうね。飯を取りに行こう。よし頑張った。じゃじゃーん。さあいよいよ盛り付きの時間ですよ。食材を取りに海へ潜ります。一応さっきカメノテはゲットしたんだけど、まあどうせなら魚をつけたらいいなと思いました。経験的にはね何度かやったことあります。この広大な海へ行ってくるよ。太陽なくなると寒いからな。先に入ろう、明るいうちに。よっしゃ行ってきます。寒い。どうしてくよ。大丈夫そう？ちっちゃいベラがいっぱいいた。でもなんかあれは食えそうにねえな。もうちょいサイズが欲しいよね。見てるんだけど細っこいねベラしか基本的には見えなかったから、何回か下潜ってみたんだけどそれでもあんまり見えなかった。岩の下とかね、見える範囲のところをしっかりと探していきましょう。なんかでけえの取った。なかなかいないね。よく魚見えるね。でもね、大きいのがいないな、あんまり。全く魚なんて見えないけど。全然です。なかなかやとろな。
いや、いいサイズのやついないよ、全然見当たらない。真っ暗すぎて何も見えないね。いや、いない、マジでいねえわ。ほんとね、絵がもう真っ暗だね。まあどうにかサイド上げてあれするわ。見えてますこれ。俺見えてるんですかこれは。見えてねえから戻るか。この時間になるともう映んねえな。盛り付き行ったんだけど何にも見れません。もう暗すぎてGoPro 何も映らんで、何も映らんところでこれこれをねゲットしました。今日は何にも映ってないところで撮れたメバルを、メバルなのかな、丸焼きにしようかなと思います。今からなんかね作ろうっていうのもちょっとしんどいんで、これをねもう丸焼きにします。ただ鱗あるんで、あとちょっとね背びれ、それだけ取ろうかな。やべえ、めっちゃ水きた。頼むぞ、頼む、マジで来んの、マジで来んの。ちょっとやめろやめろ、俺の拠点に何すんだ。いや、思い切って火作ります。もうやっちゃいましょう。こちらファイヤースターターってやつなんだけど、これこすると火がねボッて散るんですよ。これね水に濡れても使えるやつとかもあって便利なの。あとね朝縄持ってきたんだよね。朝縄を使おうか。これ朝縄なんだけどちょっとしか使わないんでね、ナイフで切ります。朝縄をねほぐします。これをねほぐすとねいい着火剤になるんですよ。これがまた、太いまんまよりね細くした方が火がつきやすいんで。いくよ、火つけますよ。始めます。最初にこうやって粉をね若干こうやって落として、きた。育てろ。よし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 、これで下の木にまで行けば。やったー、ついたーやったー、ついたついたー、あったけー、ついたよ。やった、これで下のね太い木につけばねオッケー完璧、火はできたぞ。よし、喜んでる暇もないな。こっからはスピード勝負だ。はい、ペットボトルのキャップが欲しいな。うわ怖え。あと安定しねえからこう落とそう。よし、オッケー。これでヒレは全部取ったかな。このペットボトルのキャップ取ります。この魚でも顎らへんにもさ、なんかトゲがあるからちょっと怖いんだよな。今ねトゲとなるトゲは、基本的に全部取ったと思うんですけど、こんな魚です。動画で撮れてないところでこいつが俺の元に来るってめっちゃ嫌やな。いや、無人島の撮影って結構難しいね。ライトとかも用意したけどさ、それでも難しい。これで鱗が取り終わりました。ペットボトルキャップでうまく取れました。これをもう焼きましょう。雑にこの辺に置くか。よし、焼けろ焼けろ。もう良さそう、もう良さそう。取るか。おっしゃー、はい、できました。今回のこのメバルらしき魚の丸焼きでございます。一瞬にしてこんがりいきましたね。魚は焼けたんで、あとは亀の手かな。はい、これね亀の手っていうんですけど、周りのねこの分かるかな、ゴツゴツした皮みたいな、これがね邪魔なんですよ。これをね取ってあげたい。取れた。ちょっとだけ食う場所があるんですよ。これを地道にやっていきましょう。無人島生活ってね、やってる時はねめっちゃ楽しいんだけど、終わるとね、うわーもう東具行かなくていいなとか思うんだけどね、また行きたくなる日が来んのよ。これが面白いよね。一種のなんて言うんだろうな、やらなくなったゲームみたいな。
そんな感じやね。もう一回引っ張り出してやろうかな。 YouTuber の多分地道な作業って言ったら編集なんだろうけど、皆さん無人島来てみてください。編集がいかに派手かっていうのが分かるよ。めっちゃ地道だからね今俺やってること。だってこの亀の手を向いてる作業多分そんな使われないでしょ。けど使って、まあ編集するのどうせ俺だけどな。木はね、まあ、枝がなくなったように見えて赤いのがねまだあれば、また息を吹けばね復活するんで、慌てることはないです。まな板がこの安定しないっていうのもまたね結構激ムズポイント。よし、じゃあ亀の手このくらいでいいかな。亀の手食おう。水入れるか。よし、なんかいろいろ持ってきてたわ。さっきのメバルとこの亀の子だけだけど、まあ全然いいだろう。亀の子じゃねえや、亀の手だ。温まるのを待つしかないな。出来上がったら食べよう。食べるか。亀の手やってる最中だけど。いただきます。うまーい。なぜ録画中にこれを撮らなかった。それだけが後悔。うまいぞ。しっかり焼けてます。結構肉厚。いやこれまた明日ちょっと時間あったらマジで盛り付きリベンジするわっていう気力が起きるぐらいうまい。うますぎ。魚こんなにうまいんだったらこのぐらいのサイズのやつとか手当たりして見つけたら捕まえればよかったな。盛り付きにしてはねちょっとちっちゃいんですよ。結構スルーしたやつが何匹もいるんですよ。でもあれは多分盛り付きをやったことある人なら多分狙わないと思う。味こそやっぱ塩とかないからあれなんだけど、うまみがすごいです。魚のうまみがある。いやーこれは命に感謝だわ。いやもう全部食ったかな。あー全部食ったな。顔の周りとかいける範囲は全部いく。この状況で食うこれがうますぎるわ。いやー魚タンパク質取れただけで全然違え。いやーでも SNS だのなんだのかんだので今便利になってる世の中でこういうことするのが一番いいわ。この時代と逆行してる感じ、こういうのよな。真反対な感じ。やっぱ捨てらんないなこれ。マジで気がかりなのが家族なんだよなずーっと頭の中で奥さんとね子供のことがくるくるしてる。まあでもね今日一日頑張るっていう約束でねしっかり昨日ね育児頑張ったんで、帰ったらくせえから風呂入って思いっきり抱きしめましょう。なかなかいいシーン撮れてんじゃない。波にやられそうになるテントとか、チベットみたいなヤギ、画角外のメバル、必死すぎる亀の手、山からの絶景、火のついた瞬間、結構いいシーンあるよ。これ後で見返すの楽しみだな。いい感じかな。もう試しに俺食ってみっか1個な。食えんのかこれ。おあ食える。ただ過食部位が少ねえ。亀の手いただきます。うまい。あれうまいぞ。お前うまいな。お前出汁出んな。こいつ出汁出るぞ。うまい。こいつうまい。今日俺これだけでも大丈夫だったわ。これめちゃくちゃうまい。これは無人島のスーパーフード見つけたな。味付けなしかこれ。お前こんな出汁出んの。このロケーションで食うこいつがうまいんだろうな多分。あっち地獄の暑さ。亀の手あっちんちん。過食部位は少ないけど何も食えねえってよりか全然マシだし、なんだかんだ個数取ってきたからちゃんとでも食えたな。案外食べれました。 GoPro が真っ暗になってしまったゆえ全然撮れなくなってしまったけど、その時に撮れたメバルといろんな場所で撮った亀の手。まあお腹満帆かって言ったら満帆ではないけど、もちろん今日はこんなもんにしましょうか。あとは寝よう。水飲んで寝る。食った。まあ明日はね盛り付きのリベンジかな。まあでもそれやったらもうあっという間に時間過ぎちゃうな。テントとかもね組み立てたやつとかもまあこれもね後で片付けてこの島を出てくという感じになります。いやー本当はね今日
しっかり取れるところ見せたかったんですけど、前ね盛り付けやったところが魚がたまたま多い日だったのかちょっと分かんないんだけど、あの時にねめちゃくちゃ取れたんでね調子乗ってましたね。今日取れんかったからな、全然ほとんど魚も見れてないし、まあでも明日はね日中に明るいうちに出て、まだね海が透き通ってる時に魚探せたらいいなと思ってますので、明日1匹でもね取れたらいいね。リベンジ果たせるように頑張ります。いやー楽しいな。ちょっとやっぱメンバーがいない分寂しいっちゃ寂しいけど、今メンバーはね逆に他のことやってくれてるんですよ。フィッシャーズね最近たまーに俺が一人で出ることとかもあるんだけど、たまーにねコメントでね個人チャンネルでやってくれよっていうやついるのよ。ちょっと声を大にして言わせてもらうけど、俺が一人でやってる期間めっちゃ長かったんですよ。ロードシルクはどちらかというとね僕の趣味みたいなのとか、まあ、そんなに企画っぽくないやつを上げてってるので、まあほんと気楽にやってるんですけど、無人島気楽でやるやつどこにいるよ。これさすがにメインだろこの企画は。昔から見てくれてる人は多分分かってくれてると思う。フィッシャーズのチャンネルで俺一人だけが出ることもあるというの結構昔からあったしね。それだからねそれは先に言っときます。俺一人で出る時も全然あるし、まあ他のメンバー一人で出る時も全然あるから。じゃあ寝ますか。私シルク寝ます。お疲れ様でした。無駄に起きてるとまたお腹減っちゃったりとか、なんか余計に水飲んじゃったりとかするから、もうねおとなしく僕は寝ます。ということでまた明日よろしくお願いします。じゃあおやすみなさい。まあ体がベタベタですがしょうがないよ。これが無人島です。おはようございます。一応起きた瞬間撮影してたんだけど暑すぎる。もうこれ蒸し風呂よ中。めちゃくちゃ暑かったわ。おはようございます。だいたい時間は今7時過ぎなんですけど、暑くてめちゃくちゃ暑いっす。日差し真上でね雲がねえのよ。あっちー。今年の夏めちゃくちゃ暑いしな。夜のうちにね暑いのもあったんで火は消したんですよ全部。ちっちゃいねなんかピンピンする虫がね、ピンピン虫っていうのこれ飛び上がるからさ、パチ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 うるさくてさ、まあ大変だったけど、まあ数時間はしっかりと寝れたかな。何度か起きたけどまあ寝たは寝たな。太陽が上がるまではねまあそこそこ、虫とまあなんて言うんだろう、波の音以外はね全然寝やすかったんだけど、太陽が上がったらもう終わりだよ。暑すぎる。寝袋これね今敷いてるんだけどかけるように寝てたらもう終わってたわ。シルクのホイル焼きが完成するとこだった。風浴びよ風を。風浴びます。風涼しい。風めちゃくちゃ涼しいよ。めちゃくちゃ赤いカニ出てきた。もう焼かれてんのかお前太陽に。気持ちわかるぞ。俺もそんな感じだ。もしか照れてんのか。可愛いなお前。ハサミなかなかでかいなお前。挟まれたらやばいだろうな。で今ねなんかその空腹とかも別になく、暑い以外は大丈夫。全然体力も全然まだあるし。暑すぎる。ただ暑い。なんでこんな暑い。今ねサムネを撮ったんですけど、サムネ撮り終えて今っていう感じなんだけど、これだけでも全然違う。この島ね探索もしたし、まあヤギなんかも見れたし、まあ火もちゃんとね作れたと。盛り付きをちょっと成功させたいなということで、もう一度海に出ます。しっかりと成功させて帰れたらいいなと思っております。で魚がどのくらいいるか全然まだ分かんないんだけどね、分かんないけど、まあ、昨日よりかは多分中見えんじゃねえかな。1匹取れたら、それ見せれたらね、もうこの島にやり残したことはほぼないんで、よし今日も一日頑張りましょう。朝の森に出かけるぞ。今日は1匹ぐらいは取りたいな。1匹取れたらだいぶでかい収穫だから、気抜かずに行きましょう。昨日よりだいぶ透き通ってる。
まであんまり見たことない種類の魚をゲットしたの。まあこれは食えるぐらいのサイズやろ。やったー、取ったぞー一匹取れた。やったー。一匹捕まえられたらでかい。俺の目の前に現れたのがこいつが一番でかかったんだね。だからめちゃくちゃな大物は取れないな、多分。よし、もうちょっと探してみよう。ちょっとちっちゃいけど、まあこれも食えるだろう。さっきとでも同じ種類のやつかな。まあこいつもさっきのベラとかよりかは正解な。岩の間からたまにひょっこり出てくるんだよ。そいつをね、こう狙って今仕留めてるって感じ。2匹、取れたんで、ちょっとバッテリーがね落ちたんで、これで一回戻りましょう。いやでもいい感じに、この辺はなんかいろんな魚がいるかも。すごい大きくはないけど、まあ手のひらサイズぐらいのやつはちょこちょこいましたね。戻りますか。よいしょ。疲れた。上がってこれた。結構遠くまで行ってたな。向こうの方まで行ってたからね。2匹ゲットしたんで、それをね、まあ焼くか食べよう。もう一回火作りますかね。昨日の感じ見て、もう火はね簡単に多分できると思う。でも木が残ってるからなんだよな。さばくほどでもないのよ、サイズ的に。だからね、丸焼きでそのまま食います。まあこれをね食べていきましょう。まあ多分同じ種類のお魚さんだと思います。これをね丸焼きで食べましょう。森でついてるところを GoPro で収められたよね。それが撮れてればよかったわ。でこれ絶対食べれるお魚なんで、こいつをいただいて頑張って取ったお魚を調理始め。ファイヤー。火つきました。細い木に燃え移って、今松ぼっくりに燃え移ってね、火が強くなってきました。いいね。おー、ちゃんと燃えてる。魚焼いちゃおう。太陽光でもうそもそも結構焼けてんだけど。おお、いい焼き目。おお、うまそう。これはいい、これはいい。いいぞ。いい焼き目ついてんのよ。ここあっつ。あちゃー。おお、だいぶいい焼き色。外はちょっとほんのりね焦げ目でいこうか。良さそうだな。食うか。オッケー完璧じゃん。まあちょっと焦げましたけど、火力強すぎたね。まあでもこんだけ焼き目入れてればなんか体に触ることはないだろう。なんかちゃんと火取ってるね。もう魚が食えるだけで全然違う。大きい方からいただこう。いただきます。マジでうめえ。一口食った瞬間に腹減ってきた。俺お腹減ってたんだ。自分で気づかなかった。うまい。おいしいおいしい。めっちゃうまい。これはうまいわ。うまっ。こいつ取ってよかったわ。うめえ。1機目もいただこう。いい白身でしょ。ちゃんと焼けてます。サバイバルとかだったらこんだけ食えたら全然いいしね。命に感謝ですよ。ごちそうさまでした。美味しくいただけました。うま。味ちゃんとあるわ。食う場所もそこそこあったし、満足です。これで今日は動けるな。と言ってもですね、もうそろそろこの無人島出なきゃいけないんですけど、いやーうまかったな。最後の魚、いやーいい感じでタンパク質が入ってきた。無人島生活ちょっと焼けるほど暑かったけど楽しかったな。久しぶりにね海に潜って魚取ったりとか拠点作ったりとかね、山の探索、ほんといろんなことしましたね。そんな無人島も、いやー早かったな。もう終わりか。いやーいい日だった。あっちー。それにしてもちょっと日陰に入って喋るか。無
人島生活ですけど、いる時間はねすごく長いわけではなかったんですが、無人島生活楽しかったね。マジで暑いな。日陰でも暑いわ。でも全然違うわ、こことあっちだと。いやかなりね綺麗な海だったし、もっとね見たかったんだけどね、こっから撤収作業もあるんで、テントをね片したりとか、あと本当に荷物をまとめたりとかねしないといけないんで、忘れ物なきようにね戻りましょうか。今回食った食事で言うと、メバルっぽいやつとカメノテとなんかわかんない魚、こんだけ食えれば十分ですよ。で見た感じね、野草も食えるやつあんまなかったんですよね。だからそれはしょうがないんで、もう海でね取れるものを、食べるしかないっていう感じだったんですけど、大物がいなかったけど、それにしてはでもしっかりと取れるものは取れたって感じかな。でしっかりね最後 GoPro でカメラの前でね森がつけてよかったです。またいい経験になりました。無人島生活なんてねそんなホイホイできることでもないと思うんで、いやーマジでねなんか自分の中でも一個勉強にもなりましたね。もっとこれやった方がスムーズだったんじゃないかといろんな反省点は出ますけど、それでも楽しいね無人島生活でございました。最終日はヤギ見れなかったな。あ、じゃあちょっと見たか。海からちょっと見たわ。海からヤギいたんで少しだけ見えましたけど。はい、ということでですね、無人島生活もこれにて終了。お疲れ様でした。ということで、あとはねこれ出るところで終わろうと思うんですけど、皆様チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。今度ね魚10匹つくまで帰れませんとか、そういうのでできたら面白そうだなと思うんでやれたらいいなと思ってます。準備して戻りましょう。アデュー。さらば無人島、お迎えが来てくれたありがとうございました。次の動画で会おう。さらばだー、またねー、明日で動画見てくれてありがとう。セカンダリ X、 インスタグラム、他にも動画もいろいろあるぜ。チャンネル登録よろしく。せーの、あゆー。